今日は2024年12月14日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは詐欺にあった。最近日本の SNS でとっても話題になっていたのがフリマアプリの返品詐欺。ちょっと難しい言葉だから順番に説明するね。まずフリマアプリ。フリマはね、フリーマーケット、フリーマーケットの短いバージョン。フリマ。個人と個人で商品を売ったり買ったりできるアプリ。アメリカだと eBay みたいな感じかな。そして返品詐欺。返品はリファンド、詐欺はスキャム。返品詐欺で、何が話題になったかっていうと、簡単に説明するとね、 A さんがフリマアプリで B さんからプラモデルを買った。B さんは A さんにプラモデルを送るよね。でもその後、プラモデルを受け取った A さんが、このプラモデル壊れてます。返品してください。ってB さんに言ったの。B さんは、おかしいな。そんなはずないけど、送っている間に壊れちゃったのかなって思って、わかりました。では、壊れた商品を返してください。って言って、お金を A さんに返したの。で、壊れたプラモデルが B さんのところに帰ってきたら OK だったんだけど、届いた荷物には何も入ってなかったんだって。で、B さんは困ってフリマアプリの会社に聞いたのね。返品のためにお金を返したのに、返品された箱の中には何も入ってなかった。これは詐欺です。私のお金を返してください。って言ったんだけど、会社は何もしてくれなかったんだって。この話を B さんが SNS に書いたら、たくさんの人が私も同じような経験をしたって言って、とても大騒ぎになったのね。で、そのフリマアプリの会社にたくさんの批判は良くないっていうことね。たくさんの人が会社を批判して、ついにその会社が、わかりました。これからは何か対策を考えます。対策は strategy とか measure、take measures しますって言ったのね。このフリマアプリはユーザーが2200万人ぐらいいるんだって。日本の人口が1億2000万人だから、まあ日本人の約 20% くらいが
このアプリを使ってるってこと。特に若い人にユーザーが多いから、若い人はほとんどみんな使ってるって考えてもいいかも。今回やっと SNS で話題になってニュースになったから会社が動いたってことなんだけど、私もこのフリマアプリで詐欺に遭ったことがあるんだ。私はこのフリマアプリのヘビーユーザーなんだけど、ほとんど売ることが多くて、あまり買ったことはないんだけどね。多分5年以上このフリマアプリを使っているけど、買ったのは10回ぐらいじゃないかな。売ったのはさっき調べたら700回くらいあった。すごい。で、私が詐欺に遭ったのは買った時、何年か前の話なんだけどね。私が日本語教師になるための勉強をしていた時、日本語教師になるための学校に通っていたんだけど、その教科書をフリマアプリで買ったのね。で、荷物が届いたんだけど、大きい A4 サイズの封筒だったんだけど、その封筒がペラペラなの。ペラペラはとっても薄いってことね。つまり封筒だけ来たってこと。開けなくてもわかるの。これ絶対何も中に入ってないじゃんって。でもアプリでは荷物が追跡されているから、アプリは荷物が私のところに届いたことを知っているから、取引を終了してくださいっていうのを、私とってもびっくりして、とりあえず開けないまま写真を撮ったの。証拠だからね。写真を撮ってフリマアプリの会社に連絡したのね。そうしたら会社は出品者は売った人ね。出品者にメッセージしてくださいって言うだけなの。しょうがないから出品者にメッセージしたんだけど、出品者はそんなはずありません、私は送りましたって言うの。これは詐欺だなってすぐに分かって、それを会社に言ったんだけど、やっぱり何もしてくれなくて、それで私は消費者センターっていうところに連絡したの。消費者センターは何かを買った時とかサービスを契約した時に何か問題があったら相談できるところ。東京都とか大阪府とかね、政府がやっているところで、そこからがすごく大変だった。一番困ったのは、消費者センターは空いている時間が短いの。政府がやっているところだから、週末、土曜日、日曜日は当然クローズ。平日も午前は10時から12時、午後は1時から4時みたいにとっても短いの。今はわからないけどね。私が相談した時はそうだった。しかも1回電話しただけでは終わらなくて、何回も何日もやり取りが必要だった。途中でめんどくさくなっちゃって、もういいや、そんなに高いものじゃないし
運が悪かったって思って諦めようって何回も思ったんだけど、いや、これは金額いくらかの問題じゃない。これを許したらダメっていう謎の使命感が湧いて、何度も消費者センターの人と電話でやり取りしたのね。私はその時、さっきも言ったように日本語教師になるための学校に通っていたから、半分学生みたいな感じだったからね、何回も電話できたんだけど、仕事をしている人は難しいよね。だから被害に遭った金額がそんなに大きくなければ、もうめんどくさい、もういいやってなっちゃうよね。でね、私の時は結局消費者センターが間に入ってくれて、消費者センターがフリマアプリの会社に連絡してくれてね、無事にお金は返金されたの。でもね、私に教科書を売った人、詐欺師だよね。その人にも売ったお金が入ったみたい。だってアプリでは荷物の追跡の記録、レコードがあるから、商品を送ったっていう証拠があるからね。悔しいけど私には何もできない。完全犯罪。お金が返ってきたからよかったって思うしかないよね。だからその後は私はそのフリマアプリではあまり買わないようにしてる。売ることはあるけどね。多分私と同じような経験をした人たくさんいるんじゃないかな。だから私はね、別の方法で売ったり買ったりするようにしてるんだけど、ちょっと長くなっちゃったから来週のポッドキャストでその話をするね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。